第2部ドル体制の危機。第1部ではペトロダラー体制がどのように成立し、どのように世界を支配してきたのかを見てきました。ソ連崩壊によってアメリカ一極体制が完成しました。中国は世界経済へ取り込まれました。そしてドルを中心とした国際秩序は絶頂期を迎えます。しかし同時にその秩序へ挑戦する勢力も現れ始めました。ロシア、中国をはじめとするブリックス諸国です。そして2022年、その対立はついに軍事衝突という形で表面化します。ウクライナ戦争です。近藤機関はこの戦争を単なる地域紛争ではなく、ドル体制をめぐる対立が表面化した歴史的転換点だと考えています。それでは第2部を始めましょう。第5章、ロシア潰しの始まり、ウクライナ戦争。2022年2月24日、ロシア軍はウクライナへの全面侵攻を開始しました。多くの人々はこの戦争をロシアとウクライナの戦争として見ています。しかし近藤機関はそれだけでは説明できないと考えています。なぜならその背後には冷戦終結後30年以上続いてきたロシアとアメリカ主導秩序の対立が存在していたからです。そして2022年、プーチンは軍事行動という選択を行います。もちろん最終的に侵攻を決断したのはプーチンです。しかしアメリカはロシア軍の侵攻準備を把握していました。そして米軍が直接介入しないことも明確にしていました。近藤機関はこの判断がロシアをウクライナへ引き込み、長期消耗戦へ持ち込む構想だった可能性を否定できないと考えています。なぜなら開戦後のアメリカと西側諸国の対応は極めて迅速だったからです。SWIFT からの排除、外貨準備の凍結、輸出規制、ウクライナへの大規模軍事支援。アメリカと西側諸国は金融システムそのものを武器として使用しました。冷戦終結後、これほど大規模な経済制裁が実施された例はありません。アメリカは軍隊だけでなくドルと国際金融システムそのものを武器として使用できることを示したのです。短期的にはこの作戦は成功しました。ロシア経済は大きな打撃を受けます。海外資産は凍結されます。外国企業は撤退します。しかし世界は別の教訓も学びました。アメリカと対立すれば世界最大の金融システムから排除される可能性があるということです。中国、イラン、サウジアラビア、インド、多くの国がもし次が自分たちだったらどうなるのかと考え始めました。その結果、自国通貨決済、金保有の増加、人民元決済、ブリックスによる金融協力、ドル体制から距離を置く動きが加速します。ここにウクライナ戦争の本当の意味があります。ロシア制裁はドル体制の強さを示しました。しかし同時にドル体制の終焉を早める結果にもなったのです。ウクライナ戦争はロシアとウクライナの戦争でした。しかし同時にドル体制を守る側とそれに挑戦する勢力との全面対決でもありました。そしてその戦いはドル体制の強さを証明すると同時にその終焉を早める結果になったのかもしれません。次章ではドル覇権の終焉が世界へどのような混乱をもたらすのかを見ていきます。第6章、ドル覇権の終焉と世界の混乱。前章ではウクライナ戦争によってドル体制を守る側とそれに挑戦する勢力との対立が本格化したことを見てきました。そして近藤機関が本当に危惧しているのはその先です。ドル覇権が終わることではありません。ドル覇権が終わる過程で発生する世界規模の混乱です。歴史を振り返れば覇権国家の交代は何度も起きてきました。大英帝国、スペイン帝国、オランダ、そしてアメリカです。しかし覇権国家の交代は必ずしも平和的なものではありませんでした。経済危機、金融危機、資源争奪、地域紛争、
そして戦争です。現在の世界はかつてないほど複雑に結びついています。石油、天然ガス、食料、物流、金融、半導体、その全てが相互に依存しています。そのため一つの危機が世界全体へ連鎖する可能性があります。近年その危険性を最も明確に示したのが中東危機でした。イランがホルムズ海峡封鎖の可能性を示唆しただけで世界市場は大きく動揺しました。なぜでしょうか。ホルムズ海峡は世界経済の大動脈だからです。サウジアラビア、クウェート、イラク、カタール、アラブ首長国連邦、これらの産油国から輸出される膨大なエネルギーがここを通過しています。もしホルムズ海峡が長期間封鎖されればどうなるでしょうか。石油価格は急騰します。天然ガス価格も急騰します。輸送費は上昇します。発電コストも上昇します。食料価格も上昇します。世界経済全体が大きな打撃を受けることになります。先進国は耐えられるかもしれません。しかし多くの途上国や中心国はそうではありません。エネルギー輸入へ依存する国々では燃料不足、停電、インフレ、通貨下落、財政危機が同時に発生する可能性があります。国家によっては暴動や政権崩壊すら起きるでしょう。そして近藤機関が注目しているのはその先です。国家は理想論では動きません。生き残るために動きます。国民を食べさせるために動きます。エネルギーを確保するために動きます。資源を確保するために動きます。その時各国は金融ではなく力に頼り始めます。海軍力です。軍事力です。資源確保能力です。つまり力の外交です。ドルによる秩序が弱まる。しかし新しい秩序はまだ存在しない。これが最も危険な状態です。なぜなら空白が生まれるからです。その空白を埋めようとして各国が動き始めます。中国は海洋進出を強化するでしょう。ロシアは勢力圏の維持を図るでしょう。地域大国も影響力拡大を狙うでしょう。そして抑え込まれていた歴史的対立や領土問題も再び表面化する可能性があります。ロシアと西側の対立、中国とアメリカの対立、中東危機、ブリックスの拡大、自国通貨決済の増加、これらは全て別々の出来事ではありません。アメリカ一極体制から多極化する世界への変化という一つの大きな流れの中で起きています。ペトロダラー体制は終わるのでしょうか。近藤機関はいずれ終わると考えています。しかし本当に重要なのは終わるかどうかではありません。その後何が来るのかです。世界はより安定した新秩序へ移行するのでしょうか。それとも資源と安全保障をめぐる競争が激化するのでしょうか。近藤機関は後者の可能性を強く警戒しています。なぜなら歴史が示しているのは覇権の移行期には平和よりも競争が強まることが多いからです。ドル覇権の終焉は世界平和の到来ではありません。むしろ力の外交が復活する時代の始まりなのかもしれません。そして皮肉なことにその変化を最も早く理解し最も早く適用を始めた国の一つがアメリカです。金融による支配が揺らぎ始めたからこそアメリカは経済制裁、技術封鎖、同盟網の強化、軍事力の再配置を進めています。それは覇権国家としての最後の抵抗なのかもしれません。あるいは新しい時代への適応なのかもしれません。しかし一つだけ確かなことがあります。私たちは歴史の転換点に立っているということです。アメリカ一極体制が永遠に続くと信じられた時代は終わりつつあります。そしてこれから始まるのは多極化する世界の時代です。その世界が平和な競争の時代になるのか、それとも
国家同士が生き残りをかけて争う時代になるのか。その答えはまだ誰にも分かりません。しかし近藤機関はそのリスクを過小評価するべきではないと考えています。なぜなら歴史が示しているのは、秩序の崩壊よりもその移行期こそが最も危険だからです。次章ではこうした時代に日本が進むべき道について考えていきます。第7章、日本が進むべき道、自存自衛。ここまで私たちはペトロダラー体制の成立からその揺らぎまでを見てきました。そして近藤機関が最も重要だと考えているのはその分析そのものではありません。これから日本はどうするべきなのかです。世界は変わりつつあります。アメリカ一極体制は揺らいでいます。ドル覇権も永遠ではありません。そして力の外交が復活する兆候も見えています。このような時代において日本は何を目指すべきなのでしょうか。近藤機関はその答えを一言で表すならば自存自衛だと考えています。自存自衛とは孤立主義ではありません。国際協調を否定する考えでもありません。日米同盟を否定する考えでもありません。しかし最終的に国家を守る責任は自国が負うという考え方です。他国の善意を前提にしない。他国の支援を前提にしない。自ら生き残る力を持つ。それが自存自衛です。そのために日本は4つの国家戦略を推進するべきだと近藤機関は考えています。第1にエネルギー自立です。日本最大の弱点の一つはエネルギーです。石油、天然ガス、石炭、その大部分を海外へ依存しています。平時であれば問題はありません。しかし有事には話が変わります。中東危機、海上交通路の封鎖、国際紛争、これらが発生した場合、日本経済は大きな打撃を受けることになります。だからこそ原子力発電の活用、核融合技術への投資、水素エネルギーの実用化、次世代エネルギー技術の育成が必要です。エネルギー政策は環境政策ではありません。国家安全保障政策です。第2に食料自立です。日本は先進国の中でも食料自給率が低い国の一つです。世界が安定している間は海外から購入すれば済みます。しかし世界規模の混乱が発生した場合、本当に必要な物資は市場から消えていきます。各国はまず自国民を優先するからです。農業の大規模化、スマート農業、肥料の安定供給、水産資源の保護と活用、食料安全保障は軍事力と同じくらい重要な国家戦略です。第3に防衛自立です。もちろん日米同盟は今後も重要です。しかし日本は冷戦時代の発想から脱却する必要があります。かつての日本は米軍が来援するまで持ちこたえれば良いという考え方でした。しかし現在の世界は違います。アメリカ自身が世界の警察官を辞めると言い始めています。そしてウクライナ戦争は現代戦が短期間で終わるとは限らないことを示しました。国家が生き残るためには自前の兵器と産業を持たなければなりません。レールガン、高出力レーザー、無人戦闘システム、宇宙監視能力、極超音速兵器迎撃技術。日本は次世代防衛技術で世界最先端を目指すべきです。そして兵器を開発するだけでは不十分です。それを生産し続ける防衛産業を育てなければなりません。第4に資源自立です。日本は資源小国と言われます。しかし本当にそうでしょうか。日本は世界有数の排他的経済水域を持っています。海底熱水鉱床、レアアース、メタンハイドレート、海底鉱物資源、未開発資源は数多く存在しています。これまで日本は経済合理性を理由に本格開発を先送りしてきました。しかしこれからの時代、
資源の確保は採算だけで判断する問題ではありません。国家の生存能力そのものだからです。そして最後にもう一つ重要なことがあります。それは技術です。エネルギーも食料も防衛も資源も最終的には技術力によって支えられます。日本は資源大国にはなれないかもしれません。人口大国にもなれないかもしれません。しかし技術大国にはなれます。そして技術こそが日本が世界で生き残る最大の武器です。近藤機関はこれからの時代を国家の生存競争が再び始まる時代だと考えています。だからこそ日本に必要なのはエネルギー自立、食料自立、防衛自立、資源自立、そしてそれら全てを支える技術力、それが近藤機関の考える自存自衛です。変化の時代に備えること、それが今を生きる私たちに求められているのではないでしょうか。以上、近藤機関レポートでした。この動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次回の近藤機関レポートでお会いしましょう。